今年18歳になりました。都内高校生です。都知事選について率直な感想として気持ちが悪かったです。最初は石丸さんを支持していましたが、途中からインタビューの態度などが変わり、X や特に今更さんも含め多くの支援者が候補者を批判する動きにしました。政治っていうか人の悪いところをつきたいというのを感じてしまいました。この言語化できない気持ち悪さの正体って何なんでしょうか？バカですいません。僕でも気持ちが悪いサイコパスを演じようとしてる努力家なんじゃないかなと思ってるんですよ。テレビ中継とかで山崎怜奈さんにマウンティング発言をしたとか、ちょこちょこ叩かれてるんですけど、僕はその石丸さんの発言とか番組全部見たわけじゃないんですけど、僕が知る限り、石丸さんが相手に対してきつい発言をしたのって全部リモートっぽいんですよね。古市さんの時もリモートで、山崎怜奈さんの時もリモートなんですよ。で、リアルで話してるインタビューとかは結構にこやかに話してるのしか僕見ないんですよ。リアルで面と向かって相手に対して勉強不足ですとか揉めそうな発言をしてるのって僕が知る限り見たことないんですよ。あります？なので、そういうことをやった方がメディアにも取り上げられてニュースにもなるし話題にもなるからやった方がいいなという尖ったことをやった方がいいなと思ってるんだけど、実際に人間を目の前にするとそんなことができないっていうサイコパスを努力して演じている人なんじゃないかっていうのが今のところの僕の仮説なんですよ。ガチのサイコパスってどういうのかっていうと、目の前に大阪の選挙に出た佐藤ゆかりさんという人が来ましたっていう時に、お前選挙民舐めてっから落ちんだよって面と向かって言うみたいな、この距離で言ったりするんですよ、サイコパスの人は。目の前に政治家がいて、落ちて悲しい思いをしてんのに、そこで傷口に塩を塗るみたいなのを面と向かってはっきり言うみたいなことをサイコパスはやるんですよ。でも石丸さんはそれをやらないので、多分サイコパスを演じようと努力してるんじゃないかなーって気がするんですよね。だからね、堀江さんもね、面と向かってね、人は罵倒しないですよ。堀江さんが罵倒してるのって、ツイッターとか、あと、野菜は美味しい食べ物なんだよとかも、コメントに向かってウェブカメラ叩いてる人じゃないですか。あの人もね、結局、目の前の人は幸せになってもらいたいっていう、周りの人を幸せにしたいっていう、ごく普通の人なんですよ。だからそこら辺がね、普通の人とサイコパスの違いをちゃんとわきまえなきゃいけなくて、で、なぜかサイコパスを演じようとしてる、努力をしてる人をサイコパスだっていうのを叩くのは違ってて、いやいや、あれは努力してサイコパスをやろうとして頑張ってるんだから、もっとなんか生温かい目で見てあげた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。はい。僕の中では石丸さんは実はそこそこいい人なんだけど、そういうサイコパスな面を出すことで話題にならなきゃいけないっていう風に努力をしてらっしゃるっていうところがあるんじゃねえかなっていう気がするんですよね。なぜにサイコパスを演じるの？やっぱり話題になるからですよね。今の若い人たちの特徴としてメディアを信用してない、メディアをちゃんと叩ける人を信用するっていうのがあるんですよ。テレビとかを。テレビとかのオールドメディアマスゴミと言われるものに割と社会はコントロールされてるよねという考えを持ってる人が多くて、それは別に間違いじゃなくて僕もそう思うんだけどっていう部分もあると思うんだけど、ただそこでメディアを敵に回した発言をする人っていうのが本当世の中少ないんですよ。そういう発言した人いなくなるからテレビに出なくなるんですけど、テレビメディアの中でテレビメディアを否定するというのをやる石丸さんっていうのは勇気があるしかっこいいよねと思う人もいるんですよ。なのでそういうファン層向けにきちんと頑張ったっていうところで、とはいえまだやっぱサイコパス味は足りないなと思うのでそんな努力いらない。はい。いやー、だからね、洞口さんなんですよ。いいや。やっぱね、面と向かってメディアで相手をバカにするっていうのがきちんとできるっていうのはね、もうちょっと能力値として持ってる人増やしてほしいんですけどね。それがやれるタイプでいくと、メンタリスト大悟さんもやれるタイプだし、あと米山さんもやれるタイプですね。立憲民主党の議員の。ああいう人がガチサイコパス系列として、皆さんちゃんと覚えていただいて、サイコパスになろうと思って頑張ってる人たちっていうのに、石丸さんとか堀江さんっていうのがいる感じなんじゃないかなと思います。はい。なんでそういう意味でいくとね、石丸さん別にね、僕、気持ち悪いというのは理解できない部分があって気持ち悪いと多分感じてらっしゃると思うんですけど、割とね、行動パターンがね、予想というか、こういうことでやってるんだなっていうのが、透けてしまう点で、やっぱりそこそこ普通の人というか、まともな人なんだなというふうに思います。はい。都知事選の結果、ヘルクさん的にはどうでしたか？若者は石丸さんに投票しても変化を求めない高齢者ので可決されてしまう日本の現状が表現されるのかと思います。石丸さんは統一教会関連で株付けやばいという前に詰まりますが、若い人が選ばれない時点で今後の投票も期待できないと思いました。いやー、そうなんですよね。結局石丸さんはかなり頑張ったと思っていて、
あれ以上やれることってありますかっていうふうに考えると、もう結構限界だったと思うんですよね。選挙の演説で、政策を語らないっていうので、結構それが話題になったんですけど、僕はあれはすごく正しいと思っていて、街中で喋り始めます。で、喋り始めたタイミングで、たまたまそこにいて、で、30分間、政策の話を最後まで聞く人って、ほぼいないんですよ。着いた瞬間に話し始めた時も、たまたまそこにいることなくて、だいたいなんか通りかかった時に、なんかやってんなっていうので、途中から聞くわけじゃないですか。で、途中から制作聞いたとしても、やっぱりその前の方の話とか聞いてないと、チンプカップな部分もあったりするので、実際じゃあ夏の暑い時期に30分間もずっと止まって聞いてるやつなんてほぼほぼいなくて、もともと熱心なファンも聞くんですよ。でも、もともと熱心なファンはもう最初から石丸さんに投票するから、通りすがる一般の人に石丸さんの印象を持ってもらって、投票してもらうというのを考えると、政策を言って理解して納得してもらうというよりも、面白そうな若い人がいるなという印象を与える、好印象を与える。もし興味があったら、ネットで見てくださいねっていう形の方が、実態としては効率はいいと思うんですよね。一箇所20分とかで、選挙を楽しみましょうとか、未来を良くしていきましょうっていう、割とふわふわした抽象的なことを言って、で、ハイタッチをして写真を撮って、次のところに行くっていうので、で、200箇所ぐらい回ったっていう。で、僕はあれはすごく効率的な行為だなと思ってて、ただそれをやりました。で、ネットでも切り抜きの動画とかがすごい再生数回っていて、TikTok とか YouTube ショットとか見てる人って、あの時期は、多分1回は石丸さんの再生しちゃってたと思うんですよね。なんかたまたま回ってきたみたいな。選挙系の番組とかを、じゃあTBS とか日テレとかテレ東とかも上げてるんですけど、で、そういう感じのポチッとしちゃうと、関連動画としてやっぱり石丸さんのって上がってきがちなんですよ。そういう感じで多分見たっていうので、たまたま石丸さんのネットの動画に触れてしまったっていう人数も結構多かったと思うので、演説を日中やって、で、たまたま興味を持った人の動画で自分の考えを知ってもらうっていうのを、できる限りベストをやってたと思うんですけど、でもやっぱり勝ちようないですよね。ダブルスコアですからね。2位で惜しいよねっていうレベルじゃなくて、やっぱ半分なんですよ。票数が 10%、20% とかだったら、それはなんとか勝てるかもしれないってなるんですけど、あれだけ頑張ってダブルスコアって、やっぱりどうやったって勝てないよねっていうのが明確になっちゃったんですよね。20代、30代とか、若手の人ってやっぱ石丸さんに投票してるんですよ。でも、5、6、70代の方って小池さんに投票しちゃうんですよ。で、結果として、ダブルスコアっていう。最近の選挙って、選挙投票率ずっと下がってたんですよ。東京15区補選っていうのがあって、翼の党の人が大騒ぎしたりとか、乙武さんが出たりとか、応援で小池さんが出たりとかっていうので、有名人もボトボト入ってきて、結構それなりにニュースにはなってた選挙区あるんですけど、江東区の。で、東京都補選実際じゃあどうなったかっていうと、投票率下がったんですよ。ニュースでいろんな有名人が来て、国民民主党の玉木さんとかが選挙演説したりとか、フランスでビール飲んでるおっさんが朝方来て駅前なんかベラベラ喋ってたりみたいなとか、ニュースにはなったんですけど、話題にはなってみんなも目には触れてるんですけど、結果として投票まで行くかっていうと、行かないんですよ。で、むしろ投票率下がってるんですよ。確か30何パーかな。組織票というか、もともと立憲民主党の人たちのこれぐらいの組織があるよねっていう票が入って受かるっていうところで、投票率を上げたっていうのは、僕は今回あれは石丸さんの成果だと思ってるんですよ。小池さんファンの人たちが熱心に今まで小池さんに投票してなかったけど、小池さん投票するぜって熱心に投票に行ったっていうのよりも、蓮舫さん応援したいぜって言って、今まで投票したことないけど、蓮舫さんに投票するぜって言った人たちよりも、石丸さんだから今回選挙に行こうかなって思った人はやっぱり多かったと思うんですよね。なので投票率上がったんじゃないかなと思ってるんですけど、これは実際ちゃんと選挙情勢のデータとか出てきたらそこら辺わかると思うんですけど、若い人でなんとか東京を変えたいよねと思ってる人たちは結構多い。で、その人たちは結構頑張った。選挙演説とか駅前とかどこ行ってもやっぱり1000人単位で結構集まったらしいんですよ。で、僕の想像ですと、コアなファン層というか、どこでも行きますっていう人は多分500人ぐらいいたと思うんですよね。なので、石丸さんが移動するために500人ぐらいが移動して、他の500人っていうのは多分その地域で若者たちがいっぱい集まってるよねとか、あれ石丸って人らしいよみたいなので集まるっていう形で、そういう人たちを感化していったことで投票率を上げたというのは僕はすごく良いことだとは思うのですが、結果としては未だに2倍の票の差があるっていう、勝ちようがないよね。っていうのがなんか可視化されてしまったっていうのが、若い人が頑張った方がいいよねとは思うんですけど、いくら頑張っても高齢者層には勝てないよねっていうのが分かってしまったっていう悲しい感じですよね。
っていう感じで僕は見てました。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。